皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことを分かりやすい日本語でお届けしています。さて、皆さん最近はいかがお過ごしですか？早速ですが、今回のテーマは日本の冬です。12月になって日本の多くの場所では本格的に冬らしくなってきました。日本の冬は寒いんですが、雪が降ったり、美味しい食べ物や楽しいイベントがいろいろあったり、ワクワクすることがたくさんあります。皆さんの国では冬はどんな感じですか？雪が降りますか？それとも暖かいですか？もしよければ教えてくださいね。日本では寒い日にはこたつに入ったり、鍋などの温かい食べ物を食べて体を温めます。温かい温泉でリラックスするのも最高です。これはほんの一部なんですが、このように日本の冬には日本ならではの楽しみ方がたくさんあります。日本人が冬にどんなことを楽しむのか、これから紹介していきたいと思います。皆さんも日本の冬について知ることで、日本をもっと好きになってくれると嬉しいです。ではまず、日本の冬の気候と風景についてお話ししますね。日本は細長い国なので、北から南まで気候が結構違います。例えば、北海道では冬になるとたくさん雪が降ります。スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツをしたり、雪だるまやかまくらを作ったりして冬のアクティビティを楽しむことができます。気温はとても低くてマイナス10度以下になることもあります。一方で南の沖縄では冬でも暖かいです。雪は降らないし寒い日でも15度くらいあります。だから日によっては冬でも海に行くことができます。日本の真ん中、例えば東京や大阪の太平洋側の地域では冬は寒いですが雪はあまり降りません。でも空気が冷たくてコートやマフラーが必要になります。だけど同じ日本の真ん中でも日本海側の地域では北海道と同じように雪がたくさん降って寒い場所が多いです。日本には四季があって春、夏、秋、冬の季節をはっきり感じることができます。冬は寒いですが、その寒さがまた特別な景色や体験を作り出してくれるんです。日本の冬といえば、何といっても美しい雪景色です。雪が積もると街や山が白くなり、とても綺麗です。例えば、岐阜県の白川郷という場所では、合掌造りという昔の日本の家が雪に包まれた風景を見ることができます。夜になるとライトアップされてとても幻想的です。また、金沢の兼六園では雪化粧した松の木や池がとても美しくて、その光景を写真に収める人がたくさんいます。そして冬の富士山もおすすめです。雪が山頂に積もって白と青のコントラストがとても綺麗です。運が良ければ富士山に朝日が当たってピンク色に輝く瞬間を見ることができます。他にも冬だけに見られる特別な自然があります。例えば木々にできる霧氷や雪に覆われた森の風景などです。自然の美しさに触れると日本の冬がもっと好きになると思います。次は日本の冬の食べ物についてお話しします。日本には寒い冬にぴったりな心も体も温まる食べ物がたくさんあります。冬といえばまずはやっぱり鍋料理です。鍋料理は大きなお鍋に野菜やお肉、魚などをたっぷり入れて煮込む料理です。家族や友達と一緒に鍋を囲んで食べるのが定番です。鍋料理といってもいろんな種類があって、例えばすき焼きは甘い醤油ベースのスープで牛肉や野菜を煮て、それを生卵につけて食べます。とてもリッチな味で特別な日によく食べられます。しゃぶしゃぶも人気です。
薄く切ったお肉をお湯にくぐらせて、ポン酢やごまだれで食べます。ヘルシーでさっぱりした味が好きな人にぴったりです。他にも野菜や魚、肉を何でも入れられる寄せ鍋は日本の家庭でよく作られます。味噌や醤油、塩味のスープで作るので、いろいろな味を楽しめます。さらに冬にはおでんも欠かせません。大根、こんにゃく、卵、魚のすり身で作ったちくわやはんぺんなどを昆布だしのスープでじっくり煮た料理です。コンビニでも買えるので手軽に楽しむことができます。温かい麺類も冬には特に人気です。寒い日には熱々のラーメンやうどんが最高です。湯気が立つスープを飲むと体がすぐに温まります。冬には特別な飲み物やスイーツもいろいろ楽しめます。例えば甘酒は日本の伝統的な飲み物です。お米から作られていて、ほんのり甘くて体がポカポカ温まります。ちなみにこの飲み物は名前に酒っていう漢字が入っているんですが、実際にはアルコールを含まないものが多いので、お酒が苦手な人も楽しめます。最近は抹茶ラテや冬限定のフレーバーコーヒーも人気です。カフェやコンビニで冬だけの特別メニューを味わうのも楽しいですよ。スイーツではぜんざいやおしるこがおすすめです。これはどちらもあんことお餅を使った温かいデザートで、寒い冬にぴったりです。和菓子好きにはたまらない一品です。日本の冬にはその時期ならではの旬の食材もたくさんあります。例えばカニは冬の代表的な海の幸です。特に北陸地方や北海道では新鮮なカニを楽しむことができます。茹でたカニをそのまま食べたり、海鮮丼にしたり、鍋に入れて煮たりして食べます。ブリも冬が旬の魚です。特に富山県の寒ブリはとても有名で、刺身で食べても照り焼きにしても絶品です。脂が乗っていて冬ならではの味を楽しめます。さらに冬は牡蠣も美味しい季節です。焼き牡蠣や鍋に入れたり、カキフライにして食べるのが一般的ですが、生で食べてもクリーミーでとても美味しいです。牡蠣は瀬戸内海や広島が特に有名です。最後に冬のフルーツといえばみかんです。こたつに入ってみかんを食べるのは昔から日本の冬の定番スタイルです。甘くてビタミン C がたっぷりなので、風邪予防にも適しています。次は冬に楽しめるイベントやアクティビティについてお話しします。まずは冬ならではの日本の伝統的な行事についてです。日本ではお正月はとても大切な行事の一つとされています。新年を迎えるとき、日本人は神社やお寺に初詣に行く習慣があります。これは新しい年が良い年になるように祈るためのものです。初詣ではおみくじを引いたり、お守りを買ったりします。また、お正月にはおせち料理を家族で食べます。おせちは美しく並べられた料理のセットで、エビや黒豆、伊達巻きなどが入っています。それぞれの食材には健康や長寿、幸せなどの意味が込められています。節分も冬の行事として有名です。2月に行われる節分では、鬼は外、福は内と言いながら豆をまいて、家の中に福を呼び込みます。これは悪い運を追い払うための習慣です。冬至も興味深い行事の一つです。この日は1年で一番夜が長い日で、日本では柚子湯に入る習慣があります。お風呂に柚子を浮かべることで、体を温め風邪をひかないようにするという意味があります。次に日本の観光スポットと冬の楽しみ方についてです。冬の日本には素晴らしい観光スポットと楽しいアクティビティがたくさんあります。北海道の札幌で行われる札幌雪まつりは世界的にも有名なイベントです。雪と氷で作られた巨大な彫刻や
ライトアップされた美しい風景を楽しむことができます。このお祭りは毎年2月に開催されて、たくさんの観光客が訪れます。長野県では、長野灯明祭りという素敵なイベントもあります。小さな明かりが街を照らして、とてもロマンチックな雰囲気を楽しめます。また、冬におすすめなのが温泉です。日本には温泉がたくさんあり、雪景色を眺めながら入る露天風呂は格別です。例えば、長野県の地獄谷温泉では、温泉に入る猿を見ることもできます。とてもユニークで、海外の観光客にも人気です。そして、日本の冬では、スキーやスノーボードも楽しめます。長野県や北海道には大規模なスキーリゾートがあり、初心者から上級者まで楽しめるコースがあります。雪がふかふかで滑りやすいのが日本のスキー場の特徴です。私が冬に楽しみにしていることの一つがイルミネーションです。冬になると日本各地で美しいイルミネーションが楽しめます。例えば、東京の六本木では街路樹がライトアップされて、青や白の光がきらめく素敵な風景が広がります。大阪の御堂筋イルミネーションや神戸の神戸ルミナリエも大人気です。特に神戸ルミナリエは震災の復興を祈るイベントとして始まりました。たくさんの光のアーチが街を彩り、とても感動的です。クリスマスの風景も日本の冬の楽しみの一つです。日本ではクリスマスを家族よりも恋人や友達と楽しむことが多く、クリスマスマーケットやイルミネーションが冬のデートスポットとして人気です。横浜の赤レンガ倉庫や大阪の梅田スカイビルなどではクリスマスマーケットが開催され、ホットワインや冬限定のお菓子を楽しめます。気になるスポットや参加してみたいイベントはありましたか？もし冬の日本に来ることがあったら、ぜひいろんなイベントを訪れてみてくださいね。では次に、冬の日本ならではの寒さを楽しみながら快適に過ごすための独特な風習やアイテムを紹介します。これを知っていれば、日本の冬をもっと快適に楽しむことができると思います。一つ目の風習は、こたつでみかんを食べることです。冬の日本の家庭では、こたつと呼ばれる暖房器具がよく使われます。こたつはテーブル下にヒーターがついていて、テーブルの上には布団がかけられています。この中に足を入れるととても暖かいんです。日本ではこたつに入りながらみかんを食べるのが冬の定番の風景です。家族みんなでこたつに集まり、テレビを見たり、おしゃべりをしたりする時間はとてもリラックスできます。二つ目の風習は餅つきです。餅つきは冬のイベントの一つです。家族や地域の人たちが集まって餅をつく姿は冬ならではの光景です。杵と臼っていう餅をつくための昔ながらの道具があって、これを使ってみんなでワイワイ言いながら餅つきを楽しみます。最近では日本人でも餅つきをあまりしなくなってきているんですが、場所によっては餅つきを体験できる観光イベントもあるので、気になる人は調べてみてくださいね。次は冬を快適に過ごすための便利な道具をいくつか紹介します。冬の日本人の暮らしには寒さを乗り切るための便利なアイテムがたくさんあります。先ほど紹介したこたつも寒い日を快適に過ごすために欠かせないアイテムですが、この他に電気カーペットも人気があります。これは名前の通り電気で暖かくなるカーペットなんですが、これを床に敷いておくと部屋全体が暖かく感じられます。特にフローリングの部屋では大活躍です。あとは湯たんぽも人気です。湯たんぽは温かいお湯を入れて使うアイテムで、寝るときに布団の中に入れると体がポカポカになります。湯たんぽにちょっと似たもので、カイロっていうものもあります。カイロは手のひらサイズの小さな使い捨ての発熱アイテムで、ポケットに入れて持ち歩いたり、
背中やお腹部分に服の上から貼ったりして使います。使い捨てなんですが、一回開けると一日中暖かさが続くので、外での活動が多い時とかに特に便利です。服のアイテムでは、ヒートテックと呼ばれるユニクロのインナーが日本ではとても人気があります。私も冬になると毎日着ていて、これがないと冬を越せないなと思うくらい手放せないアイテムです。このインナーは薄いのにとても暖かくて、動きやすさも抜群です。こういった風習や便利アイテムのおかげで、日本人は寒い冬を心地よく、そして楽しく過ごしています。今回は日本の冬についてお話ししてきましたが、いかがでしたか？冬の日本には特別な美しさと楽しさがたくさんあります。雪に包まれた街や山の風景、体が温まる美味しい料理、そして家族や友達と過ごす楽しい時間。寒い冬でも心が温まるような魅力がたくさんあります。特に日本の冬は自然や文化、人とのつながりを深く感じられる季節です。例えば、こたつに入りながらみかんを食べる時間や、雪景色を見ながら温泉に浸かるひとときです。こういった体験は日本の冬ならではで素敵な思い出になるんじゃないかなと思います。皆さんは日本の冬についてどう思いましたか？今日のエピソードを通して日本の冬は楽しそうだなと思ったり、体験してみたいと思うアクティビティや食べ物があったらぜひコメントで教えてください。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。